DIY 教室。ウッドデッキ基礎システムシルフは簡単にウッドデッキの塚や根太を組み立てることができる画期的な DIY 基礎システムです。今回施工するのは一戸建てのお庭。ここにシルフの規格サイズ根太セットで基礎を組んでいきます。図面をもとにデッキ材の割り付けを決めておき、必要な場合は塚の設置位置に塚石などで基礎を作っておきます。塚ベースに塚ヘッドを取り付けて高さを決めます。固定リングを下のパーツに当たるまで回すと固定できます。間に伸長パーツを挟むことでより高くすることが可能です。構造上、塚ベースには幕板からはみ出る箇所があるので、裏面のガイドラインに沿ってカットします。床板のジョイントが通る塚には根太を2列置きます。組み立てた塚ヘッドの上に根太が1本通る塚には根太受けシングルを取り付け、根太が2本通る塚には根太受けダブルを取り付けます。図面通りに塚を置いて、仕上がり時のデッキの高さに合わせて両端の塚の水平を取ります。根太受けをつけた状態で一列の塚の高さを合わせます。縦と横の水平を取り、全体の高さを調整します。根太は材料の伸縮を考えて壁際から10ミリ隙間を空けます。長さが違う根太をつなぐ場合、ジョイントの位置を交互に配置します。根太が1本通る部分では根太受けシングルに上からカチッとはめ込みます。根太をつなぐ際、ジョイント部分は根太受けにはめ込まずに置き、根太の上部にジョイント部品を取り付けてもう一方に差し込みます。根太をつなげた状態で根太受けにカチッとはめ込んでいきます。根太受けダブルの上には置くだけ。根太が2本通る部分もジョイントを交互に配置します。床板を張り始める根太の端にはスタートクリップを取り付けます。ビスの固定は留めやすい側面1点で OK。この撮影の時は旧仕様のスタートクリップで施工しています。今回は窓枠と干渉するため根太を塚にセットする前に取り付けました。塚に根太をすべて設置したら短い根太でつなぎましょう。まず短い根太の両端にコネクタをはめ込みます。ドリルビスでコネクタを固定することでより施工しやすくなります。短い根太のレールを上に向け、根太側面のレールに通します。位置が決まったら90度回転させて固定します。硬くて回らない場合はモンキーレンチなどを使いましょう。外側の短い根太は端から60ミリの位置に取り付けます。内側の短い根太はおおよそ均等に配置します。ゴムハンマーで叩いて位置を微調整しましょう。続けて短い根太をすべて取り付けていきます。根太を塚にがっちりと固定したい場合は根太をはめて
すべての高さ調整が終わった段階で根太受けシングルに根太と束ベースをビス止めしてください。あらかじめ取り付ける幕板の段数を決めておき、幕板に合った長さの幕板下地レールを用意します。設置してある根太の側面レールにパーツを傾けながらはめ込みます。床板に当たらないように幕板コネクタの位置を決め、幕板下地レールに幕板コネクタの端を合わせて付属のビスで固定します。幕板をビス止めする位置にこのパーツを取り付けます。基本は束に乗っている根太に取り付けましょう。短い根太の方に取り付ける場合は根太が動かないように L 字金具で固定します。幕板を張る面を揃えながら取り付けます。ウッドデッキ基礎システムシルフの組み立て完了です。ここに人工木ウッドデッキレジンウッドを施工していきます。用意するオプションはシルフの固定クリップセット。ビスの形状が特殊なため電動ドライバー用のトルクスビットが付属します。床板のジョイント部分の束には2本の根太が通っており、それぞれの根太にジョイントの床板1枚ずつが乗るようにします。床板は押し切りなどで必要な長さにカットしておきます。床板の割り付けができたら床板の位置の線を根太に引いておきましょう。床板のジョイント部分にはあらかじめ固定クリップ B を側面からビス止めしておきます。ジョイントには固定クリップ B が2個並ぶので干渉しないようにビス止め位置を外側にします。床板のジョイント部分は固定クリップを上から挟んで7ミリの隙間を設けます。まず1列目をスタートクリップへはめ込むように置きます。割り付けの印に合わせて床板を置いたら根太の上ごとに固定クリップをビス止めします。この段階ではビス頭が少し出るくらい残しておきます。1列目の固定クリップをすべてビス止めしたら2列目以降は床材を交互に配置して1列ずつ固定クリップで留めていきます。最後の1列は反対の側面に固定クリップ B をつけておきます。印に合わせることで端ぴったりに貼ることができます。スタートクリップを最後の端にも取り付けます。床板の継ぎ目はスタートクリップ2個を取り付けます。固定クリップをしっかり増し締めしておきましょう。すべての固定クリップを締め終えたら側面に幕板を取り付けます。貼る幕板の長さに合わせてカットします。必要な場合は凹凸にも合わせてカットしましょう。長い根太が通る真ん中に
幕板の継ぎ目を作る場合、根太の両側にパーツを取り付けて幕板を張ります。しっかりつなぎたい場合は幕板の余りなどで下地を作り、ボンドと木ネジを使って下地に取り付けます。短い根太にパーツを固定して継ぎ目を作る場合、L 字金具で固定してから幕板を取り付けましょう。幕板取り付けパーツの位置に下穴を開けていきます。ドリルビスで幕板取り付けパーツに固定します。幕板をすべて取り付けたら完成です。